どうもきみまろです。最近僕の動画をご覧いただいた方々からカメラやレンズは何を使ってるんですかとか、あとどんなアプリで編集してるんですかっていうような動画制作について質問いただくことが増えてきました。この時期ね YouTube を始められた方も結構多いんじゃないかなと思うんですけども、もし参考になればと思いまして今日は僕の YouTube の動画ができるまでを解説したいと思います。僕の動画をご覧いただいた方からありがたいことにきみまろさんの動画はおしゃれですねとか言っていただくことがあるんですけども、実はあんまり難しいことはしていなくて、どなたでも再現性があるやり方でおしゃれに見えるような撮り方をしているので、おしゃれに見えるような動画の作り方っていうのもお届けできたらなと思っております。おしゃれな動画を作る方法は結論から言うと、おそらく皆さんがおしゃれって感じてくれてる部分っていうのは映像のボケ具合と、あとは色合いと、あとね BGM だと思うんですよね。これらをね押さえた動画制作のポイントを紹介してみます。多少専門的な用語も出てくるかもしれませんので、わからないことがあればコメントで質問いただければ回答させていただきます。そんなわけで今日は撮影機材の紹介と、あとカメラの設定、あとはどんな風に撮ってるか、どういう風に編集しているか一通り解説したいと思います。まず機材から紹介していきます。紹介する機材は全部ね概要欄にリンクも貼っておきますので、よかったら参考にしてみてください。まずカメラはこちらですね。ソニーの α6600 とレンズはシグマの 16mmF1.4 というのを使っています。この組み合わせで使ってる YouTuber の方も多いんじゃないかなと思うんですけど、僕は昨年の11月ぐらいにこちらを購入しまして、 Vlog とか、あとこういう風に部屋の中で撮影するレビュー動画とかっていうのも基本的に全部これで撮影しています。こちらについては昨年購入時にレビュー動画も上げてるんですけど、今のところこれがベストな組み合わせだと思っています。まずこのソニーの α6600 は APS-C のミラーレス一眼なんですけども、映像も綺麗に撮れますし、オートフォーカスも手ブレ補正機能も優秀で、それでいてこういう風にね比較的コンパクトなので Vlog など屋外撮影でも持ち運びしやすいんじゃないかなと思ってずっとこれをね使っています。 α6600 はここにモニターがあるんですけども、これがチルトアングルモニターといって、こういう風に180度こちらを向いてくれるんですよね。なのでこのように自分にモニターを向けながら撮影することができるので、なのでね Vlog とか撮影する時にはこういうのがね向いてるんじゃないかなと思います。ちなみに今撮影しているこちらのカメラがお借りしているソニーの α7 III なんですけども、こちらはねフルサイズカメラなんで、もちろんフルサイズカメラの方が画質はいいですし、解像度が高いですし、暗いところでの撮影とかっていうのも向いてたりするんですけども、YouTube でご覧いただく動画であれば α6600 でも十分なんじゃないかなと思って、基本的に YouTube の動画はこちらの α6600 を使っています。あとフルサイズのカメラはそれなりに大きいですし、あと重いので屋外で Vlog 撮影とかするってなってくると小回りが利く方がいいなと思ってるので、そういう意味でも α6600 ぐらいのサイズ、こちらの方が Vlog とか撮ったりする時には特に使いやすいんじゃないかなと思ってます。レンズはこちらのシグマの 16mmF1.4 というのを使っています。 16mm なので画角もすごい広くて Vlog とか撮ってもね僕の視野と同じように広く映すことができます。 Vlog は僕の視点で見えてるものを映像に収めるっていうような世界観作りをしているつもりなので、そういう意味でもこちらの 16mm のレンズを使っています。この 16mm のミリの部分なんですけど、このミリが小さいと広く映せて、大きくなると画角が狭くなります。あとこの 16mmF1.4 のこの F1.4 というところがボケ感に影響してきます。ボケの強さはこの F 値で変わってくるんですよね。このレンズは F1.4 なのでかなり強くボケます。 F 値が変わることでどういう風にボケ具合が変わるかっていうのをご覧いただきたいんですけども、今 F 値が 1.4 でマニュアルフォーカスでこたつにフォーカスを合わせています。後ろの観葉植物とかそのあたりがすごいボケて見えると思うんですけど、これで F 値を上げていくとピントが全体的に合っていくのが分かると思います。 F 値を上げていきます。これ今 F 値 5.6 ですね。それでこのレンズのサイズね F 値16まで上げました。 F 値を上げると光を取り込む量が少なくなるので画面全体がこういう風に暗くなってしまうんですけど、フォーカスがさっきより全体に合ってるのが分かると思います。後ろの方の観葉植物もさっきより鮮明に見えてますよね。もう一回 F 値を 1.4 まで下げます。どうでしょう、周りがボケましたよね。こたつ以外がすごいボケたと思います。これが F16、これが F1.4、
こんな感じで F 値によってボケ具合っていうのが変わってくるんですね。僕は Vlog を撮影する時はこのボケ感をすごい大事にしているので、基本的に開放っていうのは F 値を一番最小にする、このレンズでいうと F1.4 ですね。このように F 値を開放にして F1.4 の設定で撮っています。今このようにレビュー動画を撮るときは全体にもう少しピントがあった方がいいので、 F 値は 2.8 とか3とかそれぐらいにして撮影することが多いです。今こちらのフルサイズカメラは F2.8 で撮ってます。こんな感じで F 値は多少変えることはあるんですけど、他のね動画を撮る時の設定はほとんど変えません。他の動画の設定についても説明していきたいと思います。ちょっと専門用語が入ってきちゃうかもしれないんですけど、僕のね動画撮影の時の設定はまず 60p50MB にしてます。1秒間に60フレーム撮るっていう設定にしています。これでフル HD ですね。 4K は使ってないです。でピクチャープロファイルは10ですね。 PP10 ってやつを使っています。ピクチャープロファイルを1から10、これのどれかに設定することによって映像に色が入りすぎていない状態で撮影することができるので、後で動画編集する時に色調整がしやすくなります。自分の理想的な色にすることができます。シャッタースピードは100分の1で、露出補正はプラス 0.7 ですね。あと ISO 感度はオートに設定していて、オートの範囲は ISO100 から1600の範囲にしています。でオートフォーカスは AFC にしています。コンティニュアス AF ってやつですね。あとオートフォーカス時の顔とか瞳の優先はオフにしています。 Vlog を撮る時とかに僕は被写体が人ではないことが多いので、あとこういうふうにねレビュー動画撮る時とかも僕の顔は映ることがないので、瞳オートフォーカスっていうのもオフにしています。このね α6600 瞳オートフォーカスとかめちゃめちゃ優秀なんですけど、あえて僕は瞳オートフォーカスとか顔優先のフォーカスはオフにしています。あとホワイトバランスはオートにしています。 α6600 の設定はこのようにして動画を撮っています。あと映像の明るさはさっきF 値を上げていったら画面が暗くなったと思うんですけど、その F 値とシャッタースピードと ISO 感度、あと露出補正、こういうのの組み合わせで映像の明るさっていうのは変わるんですけども、このように明るさをコントロールするパラメータをほとんど固定していると、屋外で撮影した時とか太陽光が眩しすぎていわゆる白飛びしてしまったりとかするんですよね。そんな時はこちらの ND フィルターというのを使って明るさをコントロールします。この ND フィルターっていうのはこのレンズにこのようにつけて使うんですけど、カメラのサングラスみたいなものなんですよね。これは可変式になっているので、こういう風に回すことによってサングラスの濃度を変えることができます。撮影してみると分かりやすいんですけども、今空がすごい明るく映ってますけども、この可変の ND フィルターを濃度を濃くすることによってこのように暗くなります。これで明るさのコントロールをしています。あとそうだ、撮影する時って通常だとこのちっちゃい赤いボタンを押して撮影することができるんですけど、ちょっとね押しにくいので僕はこのシャッターボタンを録画開始ボタンに割り当てています。これで録画開始で停止、これでできるようにしています。この方が押しやすいので。ちなみにメモリーカードは最近はこちらのプログレードの UHS-2 対応の SD カード、これの 128GB のものを使っています。Vlog とかだと動画素材をたくさん撮るので、これぐらいの大容量な SD カードがいいんじゃないかなと思います。いよいよここから撮影の話なんですけども、家で撮るときはこのように三脚にカメラを載せて、これを僕の方に向けて撮影しています。三脚はそんな高くないやつですね。ベルボンの EX640N ってやつを使っています。しっかり固定さえできればいいということでこちらの三脚を使っています。でこれはこのようにソファーに座ってレビュー動画を撮るときにちょうどいい位置にもう設定しているので、この高さとか角度とかっていうのはもう固定しています。基本的にこの三脚はもうこのままで動かしません。で例えば別角度から撮ったりとかフレキシブルに移動させたり高さを変えたりして撮りたいという時にはもう一つのこちらの三脚に乗せて、こちらはねガチャガチャ動かしながら好きな角度好きな高さで撮影する時に使うようにしています。あと外で撮影する時はさっきのようなああいう大きい三脚は使わなくて、こちらのゴリラポット、こちら 3kg まで乗せられるやつですけど、こちらのゴリラポットのここの上の部分にこういう風に固定して、これが三脚になるのでこのように三脚に立てて撮影したりします。これは足がぐにゃぐにゃ動くので、それでちゃんと固定されるので高さだったり、あとここをひねることで角度を変えたりもできるので、好きな高さ好きな角度で撮影することができるコンパクトでフレキシブルに動く三脚ですね。柵とかにこれをねしがみつかせることができるので、まさにゴリラの手みたいな感じでですね、これを柵とかにしがみつかせて固定して撮影することとかもできるので、カメラを置く場所はないが柵と
とか柱とかそういうのがある時にはこれをしがみつかせて撮ったりすることもできます。かなりそういう風に柔軟に使うことができる三脚なので、屋外に持っていく時は基本三脚はこちらを持ってってますね。ゴリラポットというやつです。あとカフェとかで料理を食べるシーンとかを撮影する時はこういう風に自撮りで撮ることになるんですけど、この角度もただ置いただけだったら下しか映んないんですけども、これを上に向けたりとかしたいなと思う時にちょっとねこちらだと大きすぎるし、机の上にこれをドンと置いてたらねちょっとさすがに目立つと思うので、そんな時はこちらのミニ三脚を使っています。マンフロットのミニ三脚ですね。これは足がこういう風に曲がるんですけども、これをここにカチャッとはめて調整するとこういう感じで何か食べてる時とかの自撮りをすると、こういう風にね微妙な角度がつけられるようにミニ三脚っていうのも持ち歩いてます。でカメラの下にはこのようにクイックリリースプレートというのをつけています。これはもちろんねもともとカメラにはついていないんですけど、普通カメラってこういう風にネジ式になっていて、ここのネジ穴のところにこの三脚のネジの部分をこういう風にぐる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 って何回も回さなきゃいけなくて、つけるのね結構ねめんどくさいんですよね。その代わりにもう最初からこのクイックリリースプレートっていうのをこういう風につけておくと、僕が持ってる三脚ですね、これもそうだしこれもそうだし、このさっきの三脚もそうだし、今撮影しているこちらもそうなんですけども、この三脚すべてにクイックリリースクランプというのがついていて、これアルカスイス互換といって全部同じ規格になってるんですよね。なのでカメラにこのクイックリリースプレートがついていると、どの三脚にもカチャッとはめてちょっと回せばもうこれで固定できる。さっきみたいにネジでぐる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 回すっていう手間が一気に省けるんですよね。これもちょっと形違いますけど、こういう風にガチャッとつけてネジを回すだけで固定できます。こういう風にクイックリリースプレートがついたカメラであればすぐにね三脚の乗せ替えが可能になります。三脚はこんな風に使い分けてるんですけども、外で撮るときはだいたい手持ちで僕は撮ってます。食事中とかミニ三脚を使う時はありますが、それ以外のシーンは基本全部手持ちで撮っています。ジンバルとかも使ってないです。α6600 はボディ内手ブレ補正がついているので、持ちながら歩いたりとかしなければ手ブレはほとんどしないです。パンしたりとか、あとはチルトしたりとか、こういう撮影はねほとんど手ブレせずにできると思います。もちろん手がこうグラグラしてたらダメですけども、こういう風にしっかり持って撮影すれば手ブレすることはないですね。でもっと手ブレを抑えたい時はこういったカメラストラップをつけて、カメラを首から下げてストラップの部分をピーンと貼るんですね。このストラップをピーンと貼ることによってここでも固定できるので、よりね手ブレがしにくい撮影ができるようになります。このストラップはピークデザインというところのものなんですけども、あとこのストラップと本体をつなぐ部分、ここもねこのピークデザインのアンカーというものなんですけど、このアンカー着脱がすごい楽で、こう押しながらスライドさせるだけでもうこれで外れるんですよね。つける時とかもっと楽で、もうちょっと引っ掛けてカチャッとこれだけでもう固定できます。で外れることないです。α6600 にはこういう風にモフモフウィンドジャマーというね風防ですね、こちらを自分でね切って貼ってつけるんですけど、こちらをつけたので、屋外で撮影していても風の音がね入りにくくなったと思います。 Vlog を撮る時の音は基本的には内部マイクで撮っています。こういったね外部マイクも持ってるんですけども、これをねこういう風につけて撮影してるとちょっとね YouTuber 感が強すぎるので、周りの人もねカメラが気になってしまうと思うので、自分の声が自然に集音できればねもうそれで問題ないので、内部マイクで録音するようにしています。今これは内蔵マイクで撮ってます。内蔵マイクで撮るとこんな感じで集音することができます。で続いてこちらがロードのビデオマイクロをつけて録音しています。外付けのマイクをつけるとこんな感じで集音することができます。あと今聞いていただいているこの音声はこちらのピンマイクで録音した音声です。でこのように部屋でレビュー動画とかを撮るときは声をはっきり撮りたいので、その時はねこちらのタスカムの DR-TL というレコーダーですね、こちらにピンマイクを挿して録音しています。後で動画を編集するときにもともと動画についている音声にこちらの DR-TL で別撮りした音声を入れ替えて、こちらの綺麗な音声を動画に使います。マイク周りはこんな感じですかね。あとライティングなんですけど、僕はなるべく自然光だけで撮りたいので、明るい時間にカーテンとかブラインドを開けて自然光がたくさん入るような時間帯に撮っています。その時は部屋の電気は全部消して日の光だけで撮影するようにします。自然光がやっぱり一番綺麗な光なんじゃないかなと思って、なるべくねそういう時間帯に撮影するんですけども、今日もそういった時間帯から撮影してたんですけど、ちょうどいいというかタイミングがいいと言えばいいんだけど、今ね雨が降ってきてしまって曇り空になっちゃったんです
ですよね。このように自然光が取り込めない時は照明を使っています。今ねこんな感じで斜め前から照明を当てていますね。でこれ裏側回り込むとこんな感じで、こちらのニーワーというところの LED ライトと、でその前にこういったディフューザーというね光を柔らかくする半透明の布みたいなのを貼っていて、でこれでね光を柔らかくしています。おはようございます。でこの時も部屋の電気は全部消してこの照明の明かりだけで撮影してるんですけど、部屋の中が暗くなってしまったら自然光には勝てませんが、この強い光の照明を使って撮影したりします。はい、ライティング周りはこんな感じですね。でだいたい撮影に関することは説明できたかなと思います。あと撮影する動画の長さなんですけども、レビュー動画はだいたい1時間から2時間くらいかけて撮ってますね。今日はこうアイテムの説明とかをしながらなんでちょっと時間かかってますけど、あと僕はトークがそんなに上手いわけじゃないので結構ね噛んだり言い間違えたりするので、なので世に出ていない NG テイクは実はたくさんあるんですよね。結構編集でスパスパ切って綺麗に聞こえるようにしてますけど、割と噛んだりします。レビュー動画は 1,2 時間ぐらい撮影していて、東京 Vlog みたいな10分ぐらいのお出かけ動画なんかを撮るときは動画素材はね10秒ぐらいの動画をもう100から200クリップぐらい撮ってますかね。僕は一つのシーンを何分も流したりあんましないので、テンポよく画面が切り替わるように編集するので、その分撮影する素材も多くなります。なので店の前で外観を撮って、でまた別の角度から外観を撮って、それでこう手元も撮って、料理もいろんな角度で撮ってとか、という風にシーンのね切り替えっていうのをすごいたくさんするので、使うか使わないかわからないシーンとかもとにかくたくさん撮っておきます。これね Vlog を始めた頃とか結構たくさん撮って家に帰ってきたつもりなんだけども、いざ編集しようと思ったらあれこれしか撮ってなかったっけみたいにね思ったより素材が足りないことって結構あるんですよね。なので Vlog は撮れ高がすごい大事だと思います。なので僕はクリップ数が結構多くなってると思います。はい、撮影関連のお話はこんなところかなと思うので、続いてはいよいよ動画の編集に移ります。はい、ではここから実際に画面を見ながら今回はレビュー動画の基本的な編集の流れを紹介しようと思います。僕は今年に入ってからこの DaVinci Resolve というアプリを使って映像の編集をしているので、こちらを立ち上げます。僕は有料版を使ってるんですけど、ほとんどの機能は無料で使えてしまいますので、他社の動画編集アプリとかだと結構高価なものが多かったりすると思うんで、こちらのね無料版を使って編集してみてもいいんじゃないかと思います。他の編集ソフトと比べても機能はね全然変わらないし、むしろこちらの方が色味の調整とかはねすごいしやすかったりするので、個人的には DaVinci Resolve の方が今まで使っていた編集ソフトよりね使いやすい印象があります。これが DaVinci Resolve の編集画面なんですけど、僕の場合はここにね最初に普段使うクリップとかっていうのをもうテンプレートとして入れてしまってます。僕の名前のクレジットだったり、あとはタイトルのテンプレート、あとはこう商品名とかで使うテンプレートと、あとはテロップのテンプレートですね。これらをここにそのまま入れていて、これを複製しながら文字をね載せるってことをしています。でここにファイルを読み込ませていくんですけど、まず α6600 で撮影した動画データですね。これをドラッグドロップします。そうするとこういう風にシーケンスに映像ファイルと音声ファイルが一緒にドラッグドロップされます。で合わせてここのメディアプールというところに今ドラッグドロップした映像ファイルがこういう風に格納されます。同じタイミングにこちらのタスカムの DR10L、 これで別撮りした音声ファイルを同じくメディアプールに入れます。今入れた音声ファイルがこの波形だけのデータですね。でこちらのサムネイルの方がどうもきみまるです、今日は僕が普段使っているサブスクリプションのサービスを紹介します。こういった映像と音声が両方合わさったカメラで撮ったクリップですね。この音声ファイルとこの映像クリップは同じタイミングに撮影録音したファイルなんですけど、こちらの別撮りした音声ファイルの方が音質がクリアなので、この映像ファイルにこの音声ファイルを載せたいんですね。やり方としてはこの2つのファイルを同期させます。まずはこの音声ファイルと映像ファイルを選択して、で右クリックしてオーディオの自動同期の一番下の波形に基づいて同期してトラックを追加、これを選択します。そうするとこういう風にアナライジングコンテンツっていうのが出まして、でこの映像クリップをシーケンスに持ってくると、さっき1つしかなかった音声ファイルがこう2つになったんですよね。でこの波形のタイミングで下が別撮りした DR10L の音声なんですけど、上がもともとカメラで撮影した映像の方についていた音声なんですね。カメラで使った音声は今回使わないのでもうこれは消してしまって、こちらの別撮りした音声を映像に合わせます。映像と音はもうシンクロしてるので、もうこれでこの2つをカット編集していけばいいという形になります。
はい、それでここからカット編集に入るんですけど、今日はそんなに細かにカット編集しないで、だいたいどんな感じで進めてるかっていうのだけ説明させていただきます。カット編集するときはこちらのオービタル2を使うんですけど、こうやって再生してこの最初のところにいらない無言部分があるので、これをカットします。どうもきみまろです、今日は僕が普段使うで今のってところもいらないので、どうもきみまろです、この A の最初のところにカット点を入れて、A が終わるところまでを切る。もう一回再生してみると、どうもきみまろです。今日は僕が普段使っているサブスクリプションのサービスを紹介します。こんな感じで、それでここからもまた無音部分が続きそうなので、ここにカットポイントを入れて、以前でここまでの無言部分をカットする。こんな感じでいらない部分をカットして詰める、カットして詰めるってことを繰り返していって、全体がスムーズなトークになるようにつなげています。基本的にはカット編集はこれの繰り返しで進めていきます。で次は色味の調整をしていきたいと思います。この下に機能のタブがあるんですけど、このカラーというタブをクリックします。でこのカラー編集ページでできることっていうのが、このクリップの色味の調整をすることができます。僕の場合は全体的に淡い色合いにするので、まずここの左下のカラーホイールというところのここの下にあるコントラストですね。これ今 1.0 になってるのを、これを僕はね 0.9 ぐらいまで下げます。あとサイドが50になってるところ、これをね僕は40から45ぐらいに下げます。まずコントラストによって色のメリハリが少しぼやける形になって、それでサイドを落としたことによって全体的に色味が少しグレー寄りになるというか、色の鮮やかさが減るということですね。でこれ今もそのフィルターがかかった状態ですけど、これをオフにすると最初がこんな感じで、今の設定を反映するとこんな感じです。ちょっと淡い感じになったと思うんですよね。で次はここの波形を見ながら全体的に明るさの調整をしていきます。で明るさの調整はまたこのカラーホイールというところなんですけど、メーターがあってその下にダイヤルがついてるこの1つのユニットが123と、あとオフセット4つあるんですけど、基本的にこのリフト、ガンマ、ゲイン、この3つをコントロールします。でリフトっていうのは映像全体の暗い部分の色味調整です。でこのゲインっていうのが逆に映像全体の明るいところ、こういうところです。白いところ、こういうところの色調整です。でその中間色を調整するのがこのガンマですね。試しにやってみると、このリフトをこのダイヤルを右にグーッと動かすと映像の暗いところが明るくなってきます。同時にここの波形もこの下から1本目の線ぐらいのところ、ここよりちょっと下ぐらいにあったこの波形の一番底の部分ですね、これがこの波形のダイヤルを上に上げていくことによってグッと上までこう上がってきます。上に行くと明るくなって、下に行くと暗くなるってことですね。なので僕の場合はこの下の線ギリギリのところまでこんな感じで上げてあげます。今度はゲインで画面全体の明るいところの調整をします。画面全体の明るいところ、これぐらいだったらいいんですけど、例えばこれが上の方までこう伸びすぎていると全体的に明るくて白飛びしすぎた感じになるので、上から2本目の線ぐらいですね、ここのところまでこの明るさの頂点を下ろしてあげます。こんな感じで。あとは中間の明るさを少し上げてあげます。ちょっと極端にしてみましたけど、こうすることでよく僕の映像に出てくるような少し淡くて明るい感じの映像になります。それでこういった見せ方でいいなと思ったら、隣のね同じ似たようなクリップ、これは編集前ですけど、ここにこの今編集したこちらの色を反映させるっていうのをするのは、ここで右クリックして選択したクリップにこのグレードをコピー、グレードっていうのはその色調整の結果ですね、これをコピーっていうのをやってあげると、この2つ目のクリップも同じような色味に変わります。本当はもっと細かくいろんな調整をするんですけど、基本はねこんな感じでやっています。僕の映像でよく見るこういったね淡い色合いの動画はこういう風にしてね作ってます。でこのように編集が一通り終わったら、最後にここに BGM を載せます。この前のサブスクリプションサービス紹介の動画でも出しましたが、僕はエピデミックサウンドというロイヤリティフリー音源サイトでダウンロードした曲を使っています。月額15ドルで約3万曲から何曲でもダウンロードして使えます。ここでね BGM の音素材を探して、それでねいい音源が見つかったら、これが曲ファイルですけど、この曲ファイルもこのシーケンスにこういう風にドラッグドロップします。で最初はちょっと音が大きすぎるので、これはねボリュームを僕はもうマイナス20ぐらいまで結構ね下げます。18から20ぐらいですかね。これぐらいまで音を抑えて、それで BGM として使えます。
でこれをプレビューしてみると、どうもきみまろです。今日は僕が普段使っているサブスクリプションのサービスを紹介します。こんな感じで映像もふんわりして、それでおしゃれな BGM が乗ることでおしゃれな映像になります。はい、基本的な部分だけ紹介しましたが、動画編集はこういった流れで僕は進めています。はい、そういうわけで今日は皆様にいつもご覧いただいている僕の動画ができるまでをはしょりつつではありましたけども解説させていただきました。動画を見ていてわからないこととかありましたらコメントで質問をください。また動画制作に関する動画とかっていうのも今後もね撮ってみたいと思いますので、興味のある方はチャンネル登録をしてお待ちください。本日もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思ったらぜひグッドボタンもよろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。